前回は水素を使った真空の吸引実験をやったな。今回の動画でもう数歩、踏み込みますので興味のある方はぜひ、ご覧ください。個人的には面白い結果になったと思います。デボン隊員による扉すり抜けの術もあったわね。なんだったわけ、あれ？一番あり得るのはメッセージミスかしらね。まあバグじゃないしよしとしよう。そして直近での大事件、金天の枯渇。これは困った。皆さんに色々とコメントをいただいて、原因は見えてきたけども、今まさに建築資材が足りないときた。余計な仕事が増えたな。課題ことわかめは増える一方よ。無限の食料とか夢のようなんだけどなんだろうな、この違う感。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前もあったぞこのくだり。レイムさん、その顔どうした？ハイドラ姉さんのサムネで初速が1位だったのは当然のことである。なぜだ？何が？なぜ、ロドリゲスおじさんのサムネがその初速を上回った？うわぁ、ハイドラ姉さんの魅力が伝わらないのは良いとしよう。なんかすいませんけどはい。しかしロドリゲスおじさんの方が良いってどないなってんねん。誰が見てるのうちの動画。どういう趣味してんの？おっこもらしが好きなんじゃないの？マッチョなの？マッチョが良いの？わかっただったら AI でムキムキ画像を大量生産してスライドショーにでもしてやんよ。こうか、これが良いのか。オラオラどうだ喜べ変態野郎ども。オラ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 。落ち着きましたか？はい。レイムさんって錯乱すると自分よりはるかにひどいんだな。そうみたい。まあ YouTube 先生のおすすめロジックはよくわからんね。そっすね。ぶっちゃけると、第39回放送は東方の分析ではバズる予定でした。人為操作じゃなくて AI による自動判定らしいからな。理解できなくて当然かもしれん。いつも金曜の夜はゆっくり過ごさせてもらってたんですが、慌てて動画編集を開始した始末でした。YouTube 師匠、貴重な休憩を返してください。そもそもなんだよハイドラ姉さんとかロドリゲスおじさんとか。自業自得の極みだな。ヨンちゃんにでも拾われたら爆笑してやるわ。絶対にありえないし。そらそうだ。仮想の鉱石分布をざっくり確認中。多くもないけど、少なくも見えないな。およそ120タイルに対して13タイルほどが存在してました。うちの仮想サイズはざっくり縦46タイル、横280タイルなので、総量で、12,880タイル。これを存在比率で適当に計算すると、107と出た。107×13 で1391。およそ鉛の埋蔵量は1400タイルね。1タイルからは資源が8割取れるんだったか？だとすると1112トン程度ね。居住区の配電や施設の展開には十分な量に思えるが。問題は掘削の手間よ。自動化しちまおうかね。それでも輸送の手間は残るわ。重力逆転装置とかないもんか。また無茶を言い出した。さて、こういうものを作ってみました。アドバンセドのお父様の機構を丸パクリしたストップウォッチです。前回、宇宙の吸引力について少し触れた際に、疑問が湧いていました。果たして宇宙の吸引力とはどの程度なのだろう、という点です。ざっくり触ってみた結果、やばい沼の気配を感じて慌てて引き返しました。沼を感じたのは、もしや気体によって吸引に対する抵抗力が違うのではないかという点でした。この世界には重さの概念がありますが、重さはすなわち動かしにくさなのだそうです。この辺はヒッグス粒子がどうこうの話になるので、重いものは軽いものよりも動かすのにエネルギーがいると思ってください。さて、ここまで触れてから実験結果を見てみよう。実験環境は画面の通りです。まずは水素で試します。タイムをリセットしつつ、気体を敷き詰めて、ほいじゃあ結果まで飛ばします。そろそろ通知がカットンできます。結果、34分1秒でした。お次は二酸化炭素。準備ができたらまた飛ばします。見切れてすません。結果、33分9秒。じゃあ次、酸素いきますよ。いきなり結果でドン。ほい、結果、31分2秒でした。思ってたよりも差が少ないな。水素はもっと抵抗するかと思ったんだけどね。これが水分なんかだとまた違うと思いますが、この結果をどう受け止めたもんか。そうだな。100キロの気体は宇宙に消えるまでおよそ30分必要なのが分かった。オキシ世界は600秒で1サイクルだから、5サイクルね。ひっくり返せば1サイクルで20キロを吸引するわけだ。電気分解装置の酸素放出が毎秒 888g。1サイクルで見ると530キロ。じゃあ酸素をポイするには最低30タイルの宇宙タイルがいるわけか。やべえ今、作ってるロドリゲスの宇宙が足りないぞ。宇宙が足りない。なんというミステリアスなパワーワード。平成のアニメの主題歌みたいだ。しかしこのデータ、どっかにあんのかしらね。ざっと探したけど見つからなかったぞ。また重箱の隅になってるのか。隅っこ暮らしってこういう？絶対に違うと思うわ。しかし思ってたよりも面白いデータが取れたんじゃなかろうか。宇
宙に関してはまだ面白く使えそうね。ひらめいてしまったんだが。ろくでもない顔してるわね。これ使ってさ、自動エレベーター作れないかな。最下層から資源を持ち上げるてか。そう。資源は吸わないの見てたでしょ。重力反転装置の夢が。ロドリゲスのデザインをしてみました。皆さんのご意見を受けてあまりでかくはしません。必要ならもう1セット追加する形にします。まずは無事に動くかどうかの確認がいるからな。そんでもって電源どうするよ。それだ。吸気ポンプ1台分をどっかから引っ張らにゃならん。また配電網の整理？まとめてやるから夏休みの宿題になるわけで、こまめにやっておこう。まあどうも帰ってきたし、調整しながら進めますかね。うちの配電網もそろそろ使い化したいとこね。あ、使い化で思い出したぞ。お見せすることを想定してなかったのですが、現段階で考えられるロケットのロードマップです。作業内容も必要素材もごちゃ混ぜね。まあどういう流れかを知りたくてな。目標は金属惑星か。シードによっては存在しないこともあるらしいんだが、思ったよりも電力の総量が少ないね。ドクターストーンで散々、脅かされたけどな。打ち上げ自体で電力を消費しないのね。これは自分も驚いた。普通、エンジンの起動って大電力をぶち込むんじゃないのかね。そういうイメージでいたんだけどね。現実は違うのか、オキシ物理学なのか。よしとしておこう。いやー、これは隕石による破壊をゼロにしたいわね。壊れるたびに鋼鉄で修理してたらそれこそ積むぞ。ロケットの試作も必要になるのか。まあ相当に巻かないと年内には飛ばないだろうけどな。年内に飛ばないかね？多分無理。出さなきゃいけない動画が現段階で溜まってるし。年内に出さなきゃダメなんだっけ？アニバーサリー的にそう。弱小チャンネルには重すぎる十字架。頑張りますよ。緊急です。11月17日、つい先ほど、アップデートの告知が来ました。可能な範囲で動画で触れてみます。確認できた新施設はこれらです。まずストレージタイル。壁に設置できるストレージのようです。容量が少し小さいな。でもこれで倉庫だらけが回避できそう。お次がやばい。食品乾燥機らしいです。その隣が復元機みたい。乾燥機は見た感じ、多くの食品を天然ガスで乾燥させる様子。これもうお腐れとかありえなくない？二手間かかるけどな。で、その隣が動物用のコンドミニアム、宿泊施設、とあるが、動物の幸福度にアプデがかかったみたいです。その隣は翻訳してもよくわからなかったわ。パクーとチェルの動向とあるけど、察するにこれも幸福度に関係しそう。この辺は可能なら次回の動画で詳しく触れます。以上、緊急レポートでした。ロドリゲスの構築、実作用をお願いしてます。まずはこんな感じかな。もう少し裏で試してもよかったかもね。そうだな。そもそも断熱タイルである必要、あんの？ないかもしれん。何しろ宇宙だからな。むしろ熱がこもって自壊しそう。冷やす手段も考慮しておこうか。久々に登場のハンピー君にお願いするしか。まあそうよな。しかし宇宙は勝手が違うから、まだ勘違いしてる点があるでしょうね。ある、絶対にある。なんという力強さ。特に熱関係は動かしてみないと実感が湧かないと思う。3度で試した際にも地味なボディブローだったからね。後で聞いてくるんだ。あれ、プロレスがボディブローやらないわけだよ。あとはこの空間に散らかってる資材をどうすっかな。ロードって熱を持ってるんじゃないっけ？どっかで見たな。そういう一文。下手に回収してコロニーに入れると地獄になるのでは？適量ならスリップスターの湯たんぽにちょうど良さそう。さて、配管のお時間です。そろそろ何かルールを作らないとまずいな。今更でしょう。そうなんだけどさ。まあ調べておくってのは賛成だけれども。配管、配線は永遠の課題なのかな。何か、最終回答がありそうだけどね。縦と横のルール、空間を通す際のルールを決めて、マス目状に管理すれば効率は良さそうだけども。効率にこだわると豆腐になるのは恒例だからね。うちみたいなアビサライト残しはなおさらきついな。さて、メガネっ子システムの自動化ね。抵抗を諦めたらしいな。自分で言い出したことだからね。自動化っつっても自動エアロックを回路につなぐだけだが、気圧センサと元素センサで安藤取ろうかしらね。酸素が一定気圧以上、存在したら蓋を開けてぽい、か。そんな感じ。液体エアロックは原油で良いんかね。他になさそうだしね。移動チューブの整備が待たれる。なんかもう隊員の数を今の倍にしたいとこね。手が足りない。とはいえ、某遺跡で隊員が増える可能性もあるし、この辺のセーブデータを別枠で保存しておいて、もしもルートをやっても面白いな。ドラえもんになんかそういう道具なかった？もしもボックス？ああ、多分それ。それタイトルにつけても良いかもな。やる気なら今すぐにでもできるあたり、分岐ルートとして伸ばしてみようかしら。コミュニティで分岐マップを載せておけば皆さんも追いやすいだろう。少しやりたくなってきた。それは何よりだ。じゃそろそろ締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。